どうもゆかりさんです。つい最近タボールに復帰しましたが、どうも来週ワイプらしいですね。2024年7月31日ワイプとのことです。ある種タイミング良かったかもしれませんね。で、今回は前やった時からダメージシステムが変わってたので、今回はそのまとめです。前にタボールの動画出したの7ヶ月前なのだな。実際のプレイ動画となると1年くらいぶりでしょうか。あんまり失踪していた期間を数えないように。それでは早速、ダメージ計算解説に移りましょう。さて、変更になったダメージ計算を紹介していきます。正確にはアーマーの貫通システムですね。ダメージ自体はあんまり変わっていなさそうです。そうですね。昔のアーマーについてですが、以前は 7.62×39mm の AP 弾以上の弾薬であれば、全てのアーマーを貫通していた記憶があります。それってあんまりハードル高くないよね。そうですね。これは中盤くらいの装備水準です。中盤くらいの装備水準でハイエンドのアーマーを貫通できたので、あんまりアーマーの恩恵がありませんでした。しかし今のシステムはもっと複雑かつアーマーが役に立つシステムになっているようですね。これは説明するのが難しいので表を出しながら解説したいと思います。まずこれがウィキから引っ張ってきたアーマーと弾薬の関係ですね。何これ？まず表の横軸ですが、横軸はアーマーの性能を示します。右に行くほどいいアーマーということですね。次にこちらが受ける弾の種類になっています。これは FMJ の中間弾薬ですね。補足すると、中間弾薬はアサルトライフルに使われる弾薬です。他にはピストルや SMG に使用されるピストル弾、PDW に使用される PDW 弾、大型ライフルに使用されるフルサイズ弾などがあります。つまり今表示されている表は、中間弾薬はアーマーに対しどれくらい効果があるのかを示した表になります。それでは実際にアーマーへ弾が撃ち込まれた時どうなるかを見ていきましょう。まず一番左のグレード1アーマーを装備していた場合です。まず、ランク1アーマーが中間弾薬を受けた時のペネトレーション、つまり貫通率は 100% です。貫通すると、貫通した時のダメージ係数である 85% のダメージがプレイヤーに与えられます。つまりグレード1アーマーを着てる時は、中間弾薬のダメージを 15% カットするということになります。次にグレード5のアーマーの場合を見てみましょう。グレード5アーマーは貫通率 0% です。貫通しない場合は非貫通ダメージ倍率が適用されます。つまりグレード5アーマーを着ているときは常に中間弾薬のダメージを 90% カットしてくれるということなんですね。強くない？はい、強いです。実際グレード5のアーマーは貴重ですし高いですからね。さらにその上を行くグレード6アーマーもまた貫通率 0% です。ただ非貫通係数がグレード5アーマーより低く設定されていますね。このようにして差別化されてるわけです。このように見ていけばグレード2アーマーは 75% の確率で 25% カット、25% の確率で 65% カットしてくれることになりますね。ウィキには各アーマーが平均どれくらいのダメージをカットしてくれるかまとめた表があります。計算が面倒くさい人はこちらをどうぞ。なんとなくダメージ計算は分かったのだ。けどたくさんある武器やアーマーの中から何を装備するか考えるのは面倒なのだな。なんかおすすめとかないの？強いて言うならですけど、私だったらとりあえずグレード1アーマー着ますかね。NPC はほとんど FMJ のピストルかサブマシンガンなのでかなり有利になるでしょう。ランク1でもピストル弾なら 55% カットしてくれるんですね。その代わりアサルトライフル相手にはほぼ役に立たないと言えるでしょう。グレード1のアーマーではプレイヤー相手だとかなり厳しい感じがしますね。アーマーもタダではないので着ないという選択肢もあるでしょうね。アーマーはグレード1でも 5500TK くらいするのでそれなりに高価です。マカロフとバックパックのセットなら3セットくらい買えてしまいますね。1レイドの重みをどれくらいに考えるかで着るか着ないか決めた方が良いでしょう。武器はなんかおすすめないのだ。武器は光線距離に大きく左右されるでしょう。光線距離の短いミサイルサイロならサブマシンガンが強いです。あとは反動強いけどフルサイズ弾をばらまけるライトマシンガンの BAR とか、ジョンウィック DLC 買ってるならベネリ M2 もありです。
逆にアサルトライフルは精度や反動の少なさが魅力ですが、兵所だとそこまで輝かない感じですね。アイランド・オブ・タボールは逆、アサルトライフルの光線距離の長さが輝きます。広いところでは反動が強いライトマシンガンや射程の短いショットガンは不利になるでしょう。サブマシンガンもそこそこいけそうなので、サブマシンガンかアサルトライフルが候補になるんじゃないでしょうかね。ちなみにサブマシンガンなら私がやってなかった間に追加されてた CX8 がおすすめです。これはランク2から買える安くてサイトが載せられるサブマシンガンになります。前まではサイト付きの SMG を買おうとすればランク3に上げた上で 6000TK くらいの MP9 を買う必要がありました。サブマシンガンにサイトつけたいけどランク3に上げなきゃいけないしそこそこ高い。アイアンサイトが嫌いな人にとってこれは厳しかったと思います。しかし CX8 は 3300TK でランク2から購入可能。DLC のニュークリアーナイトを買っていればすぐにアクセスできます。CX8 の登場によってサブマシンガンはかなり使いやすくなったのではないでしょうか。何 DLC を買ってない？じゃあ買いましょうね。催促が露骨すぎるのだ。といったところで新しくなったダメージ計算の紹介でした。7月29日からワイプ前イベントがあるらしいので参加したいですね。買ってない皆さん、また私のようにやらなくなった皆さんもこの機会にどうでしょうか。といったところで今回はここまでになります。ご清聴ありがとうございました。